皆様、こんにちは。私は2500年前、領寿戦にて、釈尊が法を説いたその場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経だら日本第26をお届けいたします。本日ご紹介する、だら日本第26では、薬王菩薩をはじめ、湯勢菩薩、天部の神々、さらには、十羅摂女やその眷属までもが、法華経を説く者を守護するために、それぞれの神事を、釈尊の御前で誓いとともに唱えられる場面が描かれます。なぜ、これほど多くの神々が、この経を守護しようとされるのか、その答えが、このだら日本に凝縮されております。呪文や神樹と聞くと、少し不思議に感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですがそこには、言葉を超えた音の響きによる人力と、目には見えぬ仏の守護の働きが確かに息づいており、これは私たち一人一人が今この瞬間から実践できる霊験新たかな呪法であります。どうぞ本日は共にだらにの音に触れながら神仏の加護とつながるひとときをご一緒してまいりましょう。それでは最後までどうぞお付き合いください。その時、薬王菩薩は、すぐに、座から立ち上がり、右の肩を衣から、あらわにし、合掌して、釈迦牟尼仏に向かい、こう申し上げました。世尊よ、もし、良き者たちが、法華経を、しかと受け持ち、あるいは、しかと、読受し、あるいは、しかとその意味を理解し、あるいは、この経巻を、しかと写経することがあるならば、彼らは、どれほどの福徳を得るのでしょうか。すると、釈迦牟尼仏は、薬王菩薩に、お告げになりました。もし、良き者たちがいて、800万、億、那由他といった、ガンジス川の砂の数ほどの、多くの仏たちを供養したとしよう。そなたの考えは、どう思うか。その者が得る福徳は、多いと思うか、それとも少ないと思うか。薬王菩薩は、非常に多いと存じます。世尊とお答えになりました。すると、釈迦牟尼仏は、もし、良き者たちがいて、この経において、たとえ、一宿下をよく受け持ち、よく読受し、その意味をよく理解し、教えの通りによく修行するならば、その功徳は非常に大きいものであるのだ。その時に、薬王菩薩は、釈迦牟尼仏に申し上げました。世尊よ、私は今、まさにこの法を説く者たちに、音による、家事、守護の力を持つ、真言として、だらにの字を授けて、この呪によってこの者たちを守護いたしましょう。そこで、薬王菩薩は、次のようにだらにを説きました。アニ、マニ、マネー、ママネー、シレー、シャリテー、シャミヤ、シャビタイ、センテー、モクテー、モクタビ、シャビ、アイシャビ、ソウビ、シャビ、シャエイ、アシャエイ、アギニ、センテー、シャビ、ダラニ、アロキャバサイ、ハシャビシャニ、ネービテー、アベンタラネービテー、アタンダハレーシュタイ、ウクレー、ムクレー、アラレー、ハラレー、シュキャシ、アサンマサンビ、ブッダビキリジッテー、ダルマハリシテー、ソーギャネクシャネー、バシャバシャシュタイ、マンタラシャヤタ、ウロタキョウシャリャ、アシャラ、アシャヤタヤ、アバロ、アマニャナタヤ。と、薬王菩薩は、だらにを唱え、世尊よ、このだらには、62億ものガンジス川の砂の数にも、等しい諸仏たちが、説かれたものでございます。故に、もしこの法華経を説く法師に対して、犯したり、そしったりするような者がいれば、それはすなわち、これらの諸仏すべてを犯し、そしったことになるのです。すると、釈迦牟尼仏は、薬王菩薩を褒めてこうお伝えになりました。素晴らしいぞ、薬王よ。そなたが、この法華経を説く者を憐れみ、守護するがゆえに、このだらにを説いたことは、誠に素晴らしいことである。この真珠は、衆生にとっては、大きな利益となるであろう。と、釈迦牟尼仏は、薬王菩薩を褒めたたえました。その時に、湯勢菩薩は、釈迦牟尼仏にこう申し上げました。世尊よ、私もまた、法華経を読受し、
従事する者を守護するがために、ダラニを解きたいと存じます。もし、この法を解く者が、このダラニを身につけることができたならば、たとえ夜叉、羅刹、不旦那、吉者、百済、ガキなどの存在が、その人の好きを狙って、害を及ぼそうとしたとしても、決してその機会を得ることはできぬでしょう。そして、遊世菩薩は、釈迦牟尼仏の前に歩み出て、ダラニの真珠を解いて申し上げました。ザレー、マカザレー、ウッキ、モッキ、アレー、アラハテー、ネレテー、ネレタハテー、イチニ、イチニ、シチニ、ネレーチニ、ネリチハテー、と、真珠を唱え。世尊よ、このダラニという真珠は、ガンジス川の砂の数にも等しいほどの数多くの諸仏たちが説かれたものなのです。それゆえ、すべての諸仏たちが、このダラニに、心からの喜びを示されましょう。もし、この法華経を説く者を犯したり、そしったりするようなことがあれば、それはすなわち、これら諸仏すべてをも犯し、そしったことになるのです。その時、御世の神である、毘沙門天皇が、釈迦牟尼仏に申し上げました。世尊よ、私も、また、衆生を憐れみ、法華経を説く者を守護するために、このダラニを説きましょう。そして、次のような真珠を唱えました。あり、なり、となり、あなび、なび、くなび、と、真珠を唱え。世尊よ、この真珠をもって、私はこの法を説く者たちを守護いたしましょう。私もまた、自ら、この経を受け持つ者を守護し、その者の周囲の百由順の範囲内には、あらゆる病気、災い、衰えなどの苦しみが起きないようにいたしましょう。その時に、東方を守護する四天王の一柱である、持国天皇は、この法会の場にいて、千、万、億、那由他といった数えきれないほど多くの剣奪馬たちに狂敬されながら囲まれていたところ、前に進み出て、釈迦牟尼仏のもとに詣出て、合掌し、釈迦牟尼仏に申し上げました。世尊よ、私もまた、ダラニという真珠を持って、法華経を受け持つ者を守護いたしましょう。そして、次のような真珠を唱えました。あきゃね、きゃね、くり、けんだり、せんだり、まとうぎ、じょうぐり、ぶろしゃに、あってと、真珠を唱え。世尊よ、このダラニという真珠は、42億もの諸仏たちが、説かれたものであります。もし、この法華経を受け持ち、説く者を犯したり、そしったりするようなことがあれば、それはすなわち、これら42億の諸仏を犯したり、そしったりすることになるのです。その時に、法会の場に静かに座していた10人の羅刹女たち、彼女たちの名は、それぞれ、1人目を、乱馬、2人目を、ヴィラン馬、3人目を、国士、4人目を、消し、5人目を、国士、6人目を、多、発、7人目を、無縁族、8人目を、自王楽、9人目を、交代、10人目を、脱、一切主上使王家、と名付けられていました。この10人の羅刹女たちは、騎士魔人、そして、その子供たち、さらに多くの眷属と共に、釈迦牟尼仏のもとへ詣出で、声を揃えて、釈迦牟尼仏に申し上げました。世尊よ、私たちもまた、法華経を読受し、受け持つ者を守護し、そのあらゆる衰え、病気、災いを取り除いてあげたいと願っております。もし、法華経を説く者に害を与えようと、その弱点を探す者がいたとしても、私たちは、その者が、決して付け入る隙を得られぬようにしてみせましょう。すると、釈迦牟尼仏の前で、ダラニの真珠を説いて申し上げました。いでび、いでびん、いでび、あでび、いでび、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 ロケ、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 たけ、たけ、たけ、とけ、とけ。と、ダラニの真珠を唱えた後、10人の羅刹女たちの眷属に向けて、
こう命じました。たとえ、私たちの頭上を踏み越える、つまり、どんな恥ずかしめを受けようとも、構わぬ。だが、決して、法華経を授受する発子を、決して悩ませてはならぬのだ。たとえ、それが、夜叉であろうと、羅刹であろうと、ガキであろうと、不旦那であろうと、吉者であろうと、ビダラであろうと、賢打であろうと、馬六花であろうと、アバツマラであろうと、夜叉記者であろうと、人気者であろうと、あるいは、誰かが、この法を説く者に、1日、2日、3日、4日、あるいは、7日間、さらには、常に熱病を引き起こそうとも、それが、たとえ、男の姿であっても、女人の姿であっても、幼き男子の姿であっても、幼き少女の姿であっても、さらには、たとえ、夢の中でさえも、決して、この発子を悩ませてはならぬのだ。そして、十羅刹女たちは、声を揃えて、釈迦牟尼仏の前で、下の形で、さらに眷属たちに向け、強く誓いの言葉を申し上げました。もし、私たちのこのダラニの真珠に従わずに逆らい、法華経を説く者を悩ませようとするならば、その者の頭は、有樹の木の枝のように砕けて、七つに裂けよう。その罪の重さは、父母を殺めるほどの大逆罪にも等しく、また、油を絞られるような、激しい報いが、降りかかるであろう。また、計りごとで人を欺くような、詐欺の罪であったり、あるいは、台場だったが、相談を破壊した大罪にも等しいのだ。この法華経の説法者を害そうとする者は、まさしくこのような、重い報いを受けることになるであろう。10人の羅刹女たちは、この下を解き終えた後、釈迦牟尼仏に申し上げました。世尊よ、私たちもまた、しかと自らの身をもって、この法華経を、授受し、読受し、修行する者たちを守護して、この者たちが、安らかに暮らすことができるようにし、あらゆる災難や、病苦から解き放たれ、世の中のすべての毒や害悪を消し去ることができるように、守護いたしましょう。すると、釈迦牟尼仏は、十羅刹女たちに向かって、こうお告げになりました。素晴らしい、素晴らしいぞ。お前たちが、法華経の名を授受する者ですら、守護するのであれば、その福徳は、計り知ることができぬであろう。ましてや、経典を完全に授受し、経巻に花を備え、香を訓じ、葉楽を飾り、抹香、図香、焼香を焚き、旗や傘を掲げ、儀楽をもって供養し、さらに、数々の灯火、粗灯、油灯、香油の灯火、粗麻那家、千縛家、バシカ家、右発羅家、といった様々な花の油灯を燃やして、このように、100、1000の数々の供養する者を守護するのであれば、その守護の福徳は、まさに言葉では言い尽くせぬほど大きいのだ。そして、釈迦牟尼仏は、十羅刹女のうちの、急に、目に名乗り上げた、皇太に向け、こうお告げになりました。皇太よ、お前たち十羅刹女と、その眷属たちは、このように立派に、法華経を、授受し、法を説く者を、お前たちが今、誓ったように、必ずや誠をもって守ってあげるのだ。と、釈迦牟尼仏が、この、ダラ2本を、お説きになると、この法会に集まる衆生たちの68000人は、生死の苦しみを超え、仏の知恵に到達する、無生法にを得ることができ、この章は、静かに幕を閉じました。いかがだったでしょうか。本日の妙法蓮華経ダラ2本第26では、法華経を信じ、受け持つ者が、いかにして守護されるか、その強大な加護の仕組みと、諸天前人たちの誓願の力が、余すところなく、説かれました。この章では、薬王菩薩をはじめ、遊世菩薩、毘沙門天、持国天、さらには、羅刹女たちや、鬼子母神までもが、法華経を説き広める者を守るために、次々とダラニを唱え、それぞれの真珠と誓いを、釈迦牟尼仏の御前で表明していきました。さて、ここで説かれた、それぞれの真言ですが、一語一語の意味を解釈するというよりも、サンスクリット語に由来する音、そのものに霊力が宿るとされる呪文です。声に出して唱えることによって、
仏の加護と知恵が呼び起こされる。まさに、言葉を超えた真珠の力が、このダラニには込められているのです。また、経典に記されたダラニの語句には、それぞれの順番を示す番号や、発音の注意点を記した小さな半節注が添えられていますが、この半節とは、サンスクリット語を中国語に移す際に、可能な限り正確な発音を伝えるために工夫された表記であり、音の響きを大切に唱えるための道しるべの存在と伝えられています。ただ、今回のこの動画で紹介した音は、漢音をベースとしており、皆様におかれましては、皆様のお手元の経典に記された、ご自身の信じる音で、心を込めてお唱えいただき、ご自身の信じる響きで、仏の慈悲と、全身たちの深い守護の力を、満々と受け取っていただくと良いでしょう。法華経を、従事し、広めてゆく者には、たとえ、目に見えずとも、確かな、守りと、神通の加護が働いている。このダラニ本は、そのことを明らかに示してくれている章なのです。私たちもまた、この教えを信じ、音をもって、ダラニを唱え、その響きの中に、仏とつながる、安心を賜りながら、日々、法華経の真理、一仏上の道を実践してまいりましょう。それでは、本日の動画はここまでです。今回は、妙法蓮華経の、ダラニ本第26についてお話ししました。次回は、妙正言能本寺本第27の深い教えについてお話しします。もし、この動画が皆様の心に響いたら、ぜひ、チャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。